こんにちは、ウニアトリエの加藤です。今日はですね、これまで、うちのアトリエの生徒さんに、手に何か持ったところを、例えばレモンとかボールとか紙コップなどを持ったところを書いてもらったり、基礎勉強でよくやっていたんですけれども、生徒さんからですね、いきなり、幾何形態から手に何か持ったところはハードルが急に上がりますねというお話をよく聞くようになりました。というわけで、いきなり手に紙コップっていうのはちょっと厳しいなっていう方のために、紙コップ単体で、テーブルに紙コップを置いた状態で書いてみようと思います。それでは早速いってみようと思います。こんな感じで今日はセットしました。右上から光が当たってっていうのはいつもの条件と一緒です。白い布の上に、普通の、標準サイズの紙コップを置いています。早速ですけれどもこれを書いていこうと思います。画用紙のサイズは B3 の半分 B4 になっています。縦にセットしてありますけれども、画面からはちょっと下がちょっと切れてるかな。画面に入ってるサイズは B4 より少し小さめかなと思います。でこれでいってみましょう。だいたい真ん中あたりに、もうちょっと下がいいかな。この辺にこのくらいの大きさでどうでしょう。 1.34 倍くらいの大きさかなで書いていこうと思いますが、紙の中心だとやはりこのね左下の影で左側ちょっと窮屈になりそうなので、少しだけ右側に寄せて、影を意識した位置関係配置で書いていきましょうかね。この辺だとバランスいいかな。何度も言いますけれども、こうやってね、構図を決めるときに、大まかにこう当たりをつけたり配置をこう決めたりするのをね、探り書きとかね、当たりをつけるっていう言い方をします。でこれ結構先生によってね、形をしっかりとってから調子をつけるように、形取りに時間をかけて形取り納得するまでっていう風にね、線描をしっかりとっていう先生も多いかと思うんですが、私は、先に形を線だけで追求して、それから調子っていうよりも同時にね調子をつけていく方が合理的だと思っているので、例えばこんな感じですごくラフな形取りなんですけど、その段階でもう調子を同時につけていっちゃいます。で調子のつけ方も非常にラフです。鉛筆の腹を使ってザクザクザクとこうね調子をつけていく。あとそうですね、ちょっとこの見え方なんですけれども、カメラよりも私の目の位置はちょっと上の方から見下ろしてる感じになってるかと思います。少しこの、絵の見え方っていうかね、若干、見下ろしてる角度がカメラの位置とは違うかなっていうのはご了承ください。例えばこんな感じでね、楕円、こんな風に何度もなぞりながら形をとっていって、その後中心をガイドラインを薄く引いてみます。これね、最初にガイドラインを引くんじゃなくて、まず印象を、目で見た印象を先に捉えるっていうのがポイントですね。ガイドラインを先に引くとどうしてもそれに引きずられて形が硬くなりやすいです。それよりもまず目で見た印象でこんな感じみたいなのをまずは画面に定着させてしまうと。でその時にこう影の、例えばここ少しねこう明るい光が当たってる形と影の形、こんな風に見えているんですけど、そういった見えている形をそのまま入れていってみましょう。印象を合わせるっていうのがこの段階での目的になります。なので細かな形の狂いとかはそんなに気にしていないです。で調子のつけ方もこんな風にね、はみ出るような感じでざっくりバサ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 と調子を乗っけていっています。あともう一点ポイントは、書き途中の最初に書き始めたこの謎のこう当たりをつける線ですね。そういった線もなるべく見ないようにしてっていうか、気にしないようにして放置して先へ進みます。本当に何度も言いますけれども、デッサンはね先に描きましょう。描く作業としてはプラスの作業が、先で、
描いたものを消す作業というかね、マイナスの作業は本当にね後回しにしていった方がいいと思います。なんだかんだで役に立つ場面って出てくるんですよね。つまり最初に描いた線を消したけどまた同じところに線を引くんであれば最初から消す必要がないと思います。そんなわけで上書きをしていっちゃいます。どんどん上書きしていきます。でこの段階では本当にラフな感じで腹を使ってちょっとずれちゃったかな、こんな風に大きなストロークで調子をつけていく。それとあとテーブルっていうのはここに大きな強い濃い影ありますけれども、テーブルってずっとつながってるんですよね。同じ平面なので右側もこうつながっていってる台状なので台がつながって見えるように同時に描いてみましょう。例えばこんな感じで、でこの鉛筆をこう引いてる台を描いてるタッチの角度なんですが、角度に関しては自分がこう見下ろしてる時のね見下ろしてる角度を意識して、例えば右上がり左上がり右上がりってこういうねジグザグに見ていくと手前から奥へジグザグにたどっていくと奥行き感が出やすいです。この雷型っていうかねタッチの向きも右下がりとか左下がりとか、どこかでこう向きを変えながらですね、クロスしながらジグザグジグザグに後ろへ向かっていく、そういうタッチをね入れていくとテーブル面の傾き表現しやすくなります。はい、だいぶ作業というかね手数が入って、画面がちょっと汚くぼやっとしてきました。この辺で、必殺のねこのガーゼ一旦この辺でね撫でてみます。さーっとねさーっと撫でてつけた調子を落ち着かせる。どうしてもこう紙にザラッと乗っかっただけのタッチは目が立ってるのでちょっと押さえてやると落ち着きます。はい、こんな感じでちょっとねこう霧に隠れるというかぼやっとしたもやっとした感じなんですが、ある程度調子がついてどこが影の仲間かなっていうのが結構見えるような状態になってきました。はい、こんな感じですね。調子をつけたら少しその影の中は撫でてみる、押さえてみる。はい、どうでしょう。見比べてみると、途中から今だいたいですね右上からの光そして光と影の比率が明るいところが3から4割くらい、暗い方が7割6割くらいですかね。そんな風な比率で光と影の面積比見えてるかと思います。で調子をつけながらもう一回ねこの辺りで形を少し丁寧に取り直してみましょう。楕円の形ですね、上の形。鉛筆今これ 4B 使ってますけれども 4B の先を使ってであとこのね、鉛筆の先端が尖ってるっていうのはすごい大事な条件で、描く時の鉛筆の先が丸くなってると無駄に筆圧力入れちゃうんですね。必要以上に必要のないタッチの力が入ってそのおかげで絵がどうしてもねもやもやぼやぼやしてくるっていうことがよくあるので、先端は常にシャープに尖らしておきましょう。あとこの、カップの下に向かって、逆円錐状にこう下に向かってすぼまっているんですけど、その角度は例えばこんな風にですね鉛筆をモチーフの方にこう角度を当ててそのままこっちへスッと持ってきてみる。でぴったり合ってるかどうかを確かめる。こういう形をそのままこっちへ写し取るような、角度を、写し取るような、主に測り棒とかを使うんですけど、慣れてきたら鉛筆を使って同じような感じで同じ角度をこっちに移動する、スライドして持ってくる、そんな風にやってみるといいと思います。はい、でですねそこの部分の楕円、横幅に対する高さどうかな、
この時例えばねこの角とこの角を結んだこういった見方もしてみるといいと思います。持ってるよりもそこの楕円ってね終わるところ後ろの方にあったりするんですよね。当初この辺で書いてましたけども、もうちょっと上かな、この辺りかな、意外にね見下ろしてる角度上の台に比べて急になるので丸みが強く見えているので、例えばこんな風に終わりがもうちょっと後ろで、手前は結構下に来ていてまた回り込んでいく。例えばこんな感じどうでしょう。ちょっと角度が緩すぎたかな。で形を直す時には新たにいい形を先に描いちゃいましょう。で、描き加えていくんです。先に描き加えていって、特に暗い、結局そこは暗い色になるようでしたら先に暗い色をどんどんのせていっちゃいましょう。そうすると後で消さなくてもその暗い色でもって上書きされるので、形を消して直す必要はなくなります。はい、こんな感じで、ちょっと形ぼやっとしてますけれども、ここら辺からここら辺にかけてカーブが楕円が手前の楕円が見えている感じですかね。はい、じゃあこの辺でおもむろに練りゴムを出して、そろそろいらないところをね消していこうと思います。そう、最初に書いたねこういったガイドラインみたいなのとか、これは必要ないなっていうところをねある程度調子がついた後で消していくといいと思います。特にこの辺りはね光が当たってカップの縁がシャープに見えているところなので切り口鋭く表現したいところですね。あとここの縁も、紙コップの縁ってなんかこうパイプ状の丸みがかった縁があると思うんですけど、その丸みの厚さもね意識しながら描いていくようにしましょう。単なる断面じゃなくて丸みがある断面っていうかね、そんな風に描いていきたいと思います。この辺まで来たところで紙コップの右端、例えばここですね、右端ここの明るさとバックの見え方、バックの方がちょっとね暗く見えてますよね。これはねバックの方をしっかりと調子をつけてあげましょう。これ別に紙コップに限らず台上に置いた立方体とか円柱とか、マグカップも全部一緒なんですけど、バックの方が暗く見えてるせいで右サイドのこの本体の方ですねが暗く見えている、よくあるシチュエーション状況です。なので先にねバックの方の暗さというか調子をねつけてあげるといいです。でこれつけてみると実は左右のテーブルつながっているので紙コップの左サイドも結構暗いんだなと、ここの明るさに比べるとちょっとね調子が落ちる、トーンが落ちるぞっていうのがここの調子をつけた段階でなんとなく気がつき始めるかなと思います。こんな感じですね。調子をつけながらバックもねちょっと全部じゃなくてもいいんですけど周りをある程度ね、この紙コップを取り巻く周りこの辺くらいまではちょっと調子をつけながら描いていってみましょう。紙コップを描くと言いながらねなんか台を描いてるみたいな感じしますけれども、どうでしょうか。バックの調子をつけてみるとこんな感じでね調子をつけてみると紙コップの方の明るさが表現しやすくなります。こんな感じでね、特に輪郭線というかエッジの線を引かずともバックのグレーっていうかね調子との境目がシャープな切り口になれば、エッジを描かずともね見えてきます。
ここまでずっと 4B で進めてきましたが、ちょっと鉛筆持ち替えますね。少し硬めの 2B、2B で、先へ進もうと思います。なんでここで持ち替えるかっていうと、やっぱ明るい方向、このね右のテーブルとか紙コップとか明るいパートを描くときに、やっぱり 4B だとね余計な暗い色が出過ぎちゃうんですよね。なので適材適所というか、明るいパートは硬めの鉛筆が向いています。描いても色が出ないというかね、色がつきすぎないというか、明るく仕上げたいところなんかは、なるべく柔らかい鉛筆よりも硬い鉛筆で先を使って仕上げていく方がいいと思います。例えばこんな感じで、少しこの辺光ってますかね、反射光が、紙コップに当たった光がテーブルに少し映り込む感じで、ちょっと明るく見えてるかな。そういったところはこのね 2B の鉛筆の先を使って、見えますかね、これちょっと薄くですけどタッチ入れてるんですよね。こんな風にタッチを入れながら、だけど暗くならないように描いていきます。このね色を塗ってるんではなくて、描いていくっていうのがこうポイント、コツになりますね。今自分は色を塗ってるのか、絵を描いてるのかっていう区別がなかなかね最初のうちできないと思うんですけれども、調子をつける時にはねその2つをね厳密に区別していけるようになると、初級者を脱したかなと、中級者の域に入ったかなという気がします。言葉で言うとですね、その場所に合ったタッチが入れられてる時は描いてる感触なんですよね。でそこに合ってるかどうかは置いといて、ただ単にこう手を動かしてハッチングをやってたりする段階だと色塗りをしてる感じっていうかね、その場に合っているかどうか、面の向きに沿ってタッチが入ってるかどうかっていう目的に沿ってるかどうかで描いた後なのか、色塗りをした後なのかっていう違いが出てくるかなと思います。少し硬めの鉛筆 2B でハッチングを重ねて、この曲面のグラデーションを作っていきます。できればこう丸みに沿ったタッチがね理想なんですけれども、結構描きにくい場合は直線をね細かく重ねて、タッチを重ねていってもいいかなと思います。はい、どうでしょう。上の楕円の形ちょっと見直してみましょうか。もうちょっと膨らんでるかな、もうちょっとだけ膨らんでるかな。上少し足しました。下も、この開口部ですね、開いてるところの縁を1ミリくらいちょっと下げてみます。せっかく描いてるのに形直す時って結構躊躇する方多いんですけれども、形が違ってるのをそのままねご利用ししても結果的には良くならないので、気づいた段階で、もう理屈抜きですね、形の狂いに関しては見つけたっていうか違ってたって気づいた段階で、直すかどうかじゃなくてもう直していきましょう。ただね、受験生みたいに持ち時間が決まっていて、例えば6時間とか12時間の中で絵を仕上げなきゃという時のあと1時間しかないのに形を直すかというと、またそれはね別問題なんですけど、持ち時間の中でどこまでなら形直せる、ここから先は形の狂いはちょっと目をつぶろうみたいな割り切りも必要になってきますが、こうやってね趣味で描かれる皆さんの場合は、時間に特にね制限はないですからね、気づいた段階でどんどん直していけるような、姿勢で取り組むといいと思います。そうするとなかなか終わりがなくなってきたりしますけれども、気づいたら直すっていう姿勢でね進めていきましょう。はい、グレーの調子の色幅少し変わったの分かりますか。さっきの 4B に比べてちょっと調子がねトーンがね緩くなったっていうか、明るめの調子になったっていうか、ぼやっとしたねグレートーンが増えてきました。でタッチを重ねていきます。面の向きに沿ったタッチを重ねていきます。でハッチングの向きが複雑になってくるとハッチングって線の塊なんですけれども、メッシュが複雑になってきますので、より滑らかな質感に変わっていきます。
特に人の肌の感じとか、こういう髪っていうかちょっとざらついてるけれども滑らかな感じみたいな、髪の肌とか人の肌とか描くときにはハッチングを束にして描いていくっていうね、クロスハッチングが非常に有効なので、なるべくいっぱい線を引きながらね身につけていっていただきたいなと思います。はい、今このね縁の丸い縁の、明るいところだけちょっと描いてみました。でその後その縁の下側、ぐるっと回り込んでる下側に少し影ができるんですよね。それも忘れずにしっかりと描いていきましょう。で明るさは刻一刻と変わっていきます。この辺まではすごく明るかったのも、左サイドへ行くと今度は紙コップの縁の左下が暗く見えている。ここですね。ここから、サイド横から下にかけて厚み分だけ少し暗く見える。鉛筆の先端を使ってしっかりとその影を描いていきます。厚みがある、ちょうどパイプみたいな感じになってるんですけれども、そこに沿ってタッチを入れていきます。丸みに沿ってタッチを重ねていきます。あとねこのね調子をね結構いきなり強く濃く黒い色を入れるのを怖がる人やっぱ多いんですが、後でいくらでも消せますから、怖がらずにねこうやってちょっと筆圧強めのタッチ入れてもね大丈夫ですから、一旦暗くしすぎておいてそれから明るくするとかね、失敗しないとわからないことも多いので、試しにねいろいろ調子つけるときには気持ち筆圧強めに入れてみるのをおすすめします。それで分かってくること多いですからね。はい、ずっとね喋りながら進めてくると形も怪しいところなんか出てきたりするんですが、どうでしょう。こんな感じで、ちょっとカチッとしてきたかな。左右のちょっとどうでしょう、映り方としては左右の形がちょっと歪んで見えてるかな。でこの辺でちょっと擦筆使います。影の中限定で面をね紙の目を潰してあげます。じゃじゃじゃーっとね、例えばこんな感じで少し潰して紙の目の隙間に粉を詰め込んであげます。ガーゼと同じ役割なんですけれども、擦筆の方がより細かい仕事ができるのでおすすめです。大きな面積はねガーゼを使いましょう。はい、ちょっと形の怪しいところありますけれども、とりあえず第1部この辺までにしておこうと思います。それではまた、後日続きを。